はい、おはようございます。今、釧路のホテルです。今日はこれから釧路駅に移動して、釧路から花咲線というのに乗って根室で、根室から折り返して釧路に戻ってきて、釧路から帯広、帯広から札幌というルートで移動します。で、札幌で1泊。では行ってきます。We need to find us some hoes up in this motherfucker, man, for real. I'm ready to fuck niggas straight up. I'm one of the motherfuckers. I'm one of the motherfuckers.これからこの日の一番列車に乗車。ルヴァン三世の塗装がされていました。僕は一度この花咲線には乗車したことがあって、前回乗車した時は確か春国隊に行ったのかな。でその時の道中の景色がどうしても忘れられず、とても素敵な景色だったので、今回も行程に組み込むことにしました。僕が乗車したのがギリギリだったので、進行方向に向いているクロスシートの座席に座ることができなかったのですが、後方のロングシートの座席を独り占めできました。これはこれでね、とても良かったですね。それで喜んでいるところです。でこれは釧路の駅で買ったお弁当。このお弁当とても美味しかったです。確か前回釧路駅に寄った時もこれと同じお弁当を買ったんじゃなかったかな。僕は列車の一番後ろで流れる景色を見るのが好きなので、お弁当を食べ終わった後はずっと後方に陣取っていました。ここは厚岸駅の少し手前で、今見えているのは厚岸湾ですね。カモメが列車を追いかけてきました。厚岸駅を過ぎてから左手に見えるのが厚岸湖です。それでこの厚岸湖を過ぎるとベカンベウシ湿原の湿原地帯に突入します。それがね、この花咲線の一番の見どころと言っていいでしょう。水面のギリギリを列車で走るという経験はなかなかできないですよね。
今飛んできたのは鷹ですかね、ワシですかね。トンビよりは大きかった気がします。3羽くらい見つけました。列車の後方を流れるベカンベウシ湿原の美しさにしばらく見入ってしまいました。これは白鳥ですね。白鳥は帰りにもっとたくさん見ることになります。湿地帯のど真ん中を列車が走っていくという光景もなかなかすごいものですよね。ベッドガの駅を過ぎるとまた北太平洋を一望できる区間にたどり着きました。ここでは確か運転手さんが徐行してくれたんじゃなかったかな。今までずっと列車の後方に立っていたので、ようやくこのタイミングで自分の席に戻って少し休憩しています。そう、ここでいきなり馬が現れたんですよね。この景色もとても素晴らしかったです。
こで日本最東端の駅東根室駅に到着。日本最東端は根室駅じゃなくて東根室駅なんですよね。釧路から2時間半ほどかけて根室駅に到着。根室駅ではそのまま折り返しだったので10分くらいしか時間がなくて根室を観光ということはできませんでした。帰りはこれは馬じゃなくて牛ですね。これは馬です。根室から釧路までの帰りはベカンベウシ湿原の様子をノーカットで撮影することにしました。この時期は白鳥が渡りでやってくる時期だったので、ここでたくさんの白鳥を見ることができました。
た2時間ほどかけて釧路駅に戻ってきました。これからお昼ご飯を食べに行ってきます。お昼ご飯は釧路駅のすぐ近くの和商市場というところで食べることにしました。ここでは白いご飯を買って自分の好きな海鮮のネタを選んでオリジナルの丼を作れるという勝手丼が有名なので、それを食べに来ました。油カレー、八角めちゃくちゃ好きなんですよ。あ、そうなんですか。美味しい。ホッケ、で白身だけでいい。ソイと八角とホッケだろうなっていうのは分かるけど、あと何かな。僕白身が好きなんですよ。ヒラメもあ、じゃあヒラメにしてください。はい。お今日って彼もね。大丈夫です。とりあえずそれで。いい？はい。あ、いいですか？様乗せて。はい、まずください。はい、じゃあお預かりします。はい、様。あ、これで完成にしたいんですけど。はい。はい、これでいいですか？はいはい、じゃあわさびとお醤油つけても大丈夫です。あはいお願いしますはい、じゃあこっちで220円いただきます。これで完成です。50円になります。はい。あ、なんか袋が。あ、袋ね。はいはい。どうもありがとうございます。これですね。あ、一番手前のやつ。あ、どうもありがとうございま。ですソイ、はい。油カレー、ホッケです。何でも知ってますね。勝手丼できました。八角、ソイ、油カレー。好きなものばっかり選んだが真っ白になりました。こんな感じでいただきます。最初のお店で選んでいたら多分年下の女の子にこれでいいって聞かれました。なんか可愛かったですね。海鮮丼はとても美味しかったです。満足しました。釧路駅に戻ってきました。これから普通列車に乗って帯広に向かいます。こちらは食後のコーヒー。列車は子供たちがいっぱい乗っていましたね。
先クジラでも見れたらいいなと思って海を眺めていたのですが、本当にクジラっぽいものを見ました。さっきの多分クジラですよね。クジラっぽいものを見て満足して、そのまままったり帯広へ向かいました。この先で鶴を見たんですけど、あまりうまく映せませんでしたね。釧路から2時間20分ほどかけて帯広駅に到着。帯広では接続の列車で1時間ほど時間があったので、街の中を散策することにしました。道の駅で道東唯一の百貨店である藤丸というデパートがあると聞いたので、そこに行ってきました。ここは2023年の1月の時点でもう閉店してしまったんですよね。僕が行ったのは閉店前だったので、記念にちょっとしたお土産を買ってきました。帯広駅に戻ってきて、本日の最終列車特急大空号に乗車します。混んでいました。帯広でご飯を食べる時間がなかったので、駅で豚丼のおにぎりとデザートを購入。藤丸で買ったのはこちらです。ドラえもんのハンカチ。僕こう見えてドラえもん結構好きなんですよね。最終目的地札幌駅に到着。札幌に到着してすぐチェックインしようと思っていたのですが、前回札幌に来た時にどうしても気になるお店があったので、チェックインする前にちょっと寄ってみました。ここです。駅そば、どうしても食べてみたかったんですよね。駅からちょっと離れたところにあるロイトン札幌にチェックインして、この日は終了です。それではまた明日。